ミルトンチャンネルです。今日は車に穴開けしない FF ヒーターにトラブルが起きて、一時暖房が使えなくなってしまいました。その映像がこちら。今回は車の中で FF ヒーターを分解して動かなくなった原因も突き止められましたが、やってはいけない使い方も分かってかなり勉強になりました。前回東京での仕事のため車を一時的に札幌に置いて飛行機で東京に戻りましたが、東京での音楽の仕事が一段落ついたので飛行機で札幌に戻ります。使った航空会社はジェットスター。往復でも1万8000円と超格安です。このくらいの価格なら札幌に車を置いて戻ってきてもコスパよく車中泊の旅を続けられます。ただ今回予約を失敗して私の最寄りの駅から飛行機に乗れる始発電車がないことが分かったので、新宿駅までシェアサイクルで行くことにしました。使うのはドコモのシェアサイクル。30分165円でスマホ決済できるので、雨が降ってなければとても便利に使えます。始発までに余裕を持って出発したので、途中で都庁に立ち寄ってみました。車中泊のアイテムはすべて車の中なので、今回はこのバッグ一つで移動します。まだ朝の午前4時台なので都庁はライトアップされていませんが、明るくて好きな場所です。新宿に着きました。東京は狭い範囲にたくさんの駅が集中しているので、自転車での移動がとても楽です。始発前の新宿駅。新宿駅のシャッターが開く瞬間を初めて見ました。1日の乗降者数が270万人で世界一の記録を持つ新宿駅ですが、さすがに朝4時台の始発電車にはほとんど人がいません。新宿から浅草橋で乗り換えて京成線で成田に向かいます。新千歳空港に着きました。予想に反して飛行場に雪が全く積もっていません。例年なら空港の前の道にも雪があるはずですが、あまりの雪のなさにびっくりします。札幌への道もほとんど雪がありません。もしかしたら今年は完全に暖冬なのかもしれません。鳥焼き丼、うまそう。車を預かってもらっていた飛沢さんとランチをしてエブリーを受け取り、とんでもないミスが発覚しました。実は東京にコンタクトレンズを忘れてきました。旅先でコンタクトレンズを忘れると致命的です。そもそもコンタクトを店舗で買うには医療機関で視力を測ってもらう必要があり、その処方箋でネットで買うにもどこかで受け取る必要があります。今回の車中泊は細かく予定を決めずに旅したいので、実店舗で気軽にコンタクトを買える方法を探しました。そこで見つけたのがドン・キホーテでの購入。ドンキならどの地域にも比較的たくさんの店舗があり、営業時間も長いので容易に購入できます。またコンタクトの度数が分かればその場で購入できるようです。札幌のドンキで1箱30枚入り1290円で購入。これで安心して旅を続けられます。これから約3週間の北海道の車中泊の旅の始まりです。めちゃめちゃ雪降り出しました。ワイパー上に上げときます。さっきまで全く雪降ってなかったのに。吸気パイプがなくなったんで、ここに雪が積もる心配が減りました。この部分はちょっといただけないですね。養生テープをしておけばよかったです。
排気パイプの部分は熱で溶けているので、サイレンサーには引っかかってないですね。時刻は8時32分、気温26度、湿度 33% です。この FF ヒーターを使ってこのフレキパイプで熱風をこの足元の方に寄せて寝ました。昨日は動画編集で疲れ果てていたので、もう羽毛布団を出すのもめんどくさくて、このダウンジャケットをかぶって寝ただけなんですけども、めちゃめちゃあったかく、特に羽毛布団を使わなくても快適に眠ることができました。で、今北海道の恵庭というところに来ているんですが、現在の外の気温がマイナス2度ぐらいですね。気温的にはそれほど寒くはないんですが、今日の最高気温は2度までしか上がらないようです。それでちょっと外の方を見てみると、こんな感じで、昨日の夜結構雪が降ったので、こんな感じで雪が積もっています。こちら側でチェックしてみても、雪がうっすら駐車場に積もっています。昨日この駐車場に着いた時はこういった雪は一切積もってなかったので、一晩でここまで積もりました。このドン・キホーテで買ったワンデー使い捨てのコンタクトレンズ使ってみます。パッケージからするとドンキって感じなんですけど、でも多分中身は問題なく使えると思うんで使ってみます。一応購入する時にこの度数だけ聞かれて、マイナス 2.5 というのを、私がいつも使ってるコンタクトレンズと同じ度数のものを注文しました。カラコンではなく普通のタイプのコンタクトレンズがドンキで売ってるってめちゃくちゃ便利な時代になったなと感じています。これドンキで買わなかったらクリニックに行っていちいち注文するか、もしくはネットで注文して北海道でこのコンタクトを受け取らなければいけなかったので、そういった意味ではもう本当にドンキに感謝って感じですね。ドンキホーテだったら大体全国どこの県にもドンキホーテがあるので、かなり便利だなと思います。今開封してみたんですけど、普通のコンタクトレンズのような感じですね。別に何も変わったところはありません。今指に乗せてみたんですけど、本当に普通のコンタクトレンズって感じですね。特に品質が悪いとかそういう感じもしないです。全く問題なくクリアに見えますね。いい感じです、このコンタクトレンズ。今回初めてドン・キホーテでコンタクトレンズ買ってみたんですけど、全く問題ないので、これは車にいつも置いておこうと思います。コンタクトレンズがなくなっても安心して車中泊が続けられるので、結構いいなと思いました。運転を停止します。前回からこの吸気パイプを使わずに FF ヒーターを動かしてるんですけども、全く問題なく使えています。この運用の仕方、多分問題ないと思うんですが、あと何回か車中泊で使ってみて本当に大丈夫か検証します。この吸気のパイプがないだけでも一手間減るので、セッティングも撤収も簡単になります。はい、今ラックを取り除いてみたんですけれども、昨日の夜は結構雪が降ったみたいで、こんな感じで木に雪の水分がこう染みついちゃってますね。これ私木工ボンドで貼り付けてるので、もしこれからこのやり方で板を作られる方は、木工ボンドじゃないシリコンシーラントとか、そういった防水できるタイプの接着剤でこの板を取り付けることをお勧めします。今日は気温も低いので、この板の部分が結構、この板の部分の雪が溶けて結構にじんでしまってますね。まあしょうがないですね。
ちょっと面倒なんですが、このフックを外しておくとこの床下の収納に入れられるので、毎回外すようにしてます。びしゃびしゃだな。こんな感じで雪が降ると結構濡れるので、こういったところは多少辛いですね。でもこの下に全部入ってくれるのは嬉しいです。最後にフレックパイプもこの下に収納してしまいます。札幌近郊は雪がなく、例年より暖かいので、まずは旭川方面に向かいました。朝日だけでめっちゃ寒い。お風呂はスキー場近くの温泉施設を利用していたんですが、一つ車中泊のライフハックに気づきました。それはホテルが併設されている温泉施設はランドリールームも完備されていること。実はこれまで私は長期の車中泊ではコインランドリーで溜まった洗濯物を洗っていました。コインランドリーは24時間使える店も多く、とても便利なのですが、一度洗うと1000円ぐらいします。これに対し今回見つけたランドリールームは洗濯乾燥で200円で利用できるので、お財布にも優しいです。これはホテルに併設された日帰り温泉施設にはこのようなランドリールームがあることが多く、コインランドリーより安めの値段で利用できます。私が利用した悠々 VIP という温泉はスパと食堂が併設されていて、食事券付き入浴で1100円と格安で利用でき、館内でお風呂に入っている間に洗濯し、ご飯を食べている間に乾燥すれば時間もかなり節約できます。カレーうどん美味しそう。ごちそうさまでした。うまかったです。食事の間に洗濯が終わったのでめっちゃ得した気分でした。全国的な暖気の影響でスキー場の状態が良くないので、旭川市内の歩くスキーをトライしに来ました。歩くスキーは通常のスキーとは違い、スニーカーのようなブーツで滑ります。スキー板も通常の板より細身で変わっています。
いただきます。うまかった。久しぶりスケートやったんですけど、かなり楽しいですね。お待ちしています。今日はこの FF ヒーターのこの部分にある吸気パイプ管なんですが、この部分に本来はこのような吸気パイプとこの吸気フィルターをつけているんですけれども、この吸気フィルターを取り外してしまっているので、可能であればこの吸気管の部分にフィルターをつけた方がいいということだったので、今回は旭川のダイソーで購入してきたこのエアコンフィルターをこの吸気管の部分に取り付けたいと思います。こうすることでこの部分にホコリですとかそういったものが入って FF ヒーターの不完全燃焼を起こしたりする不具合を減らせると思いますので、この部分にフィルターを取り付けていきます。吸気管の大きさはすごく小さいので、フィルターもかなりちっちゃくていいと思うので、細かくカットしてから取り付けます。このぐらいもあれば多分十分だと思います。この部分にこのフィルターをあてがって、そしてこのオーリングで固定します。このリングのこの部分はこのようなレンチでこの部分をきっちり締め上げておきました。こんな感じでフィルターの余分な部分をきれいにカットして、万一このフィルターの部分に排熱パイプが万が一にも触れたりしないように余分な分をカットしておきました。
でこの FF ヒーターの箱が無駄にスペース取ってるなと思ってたんですけれども、冷蔵庫の前の部分に置けることが分かったので、ここを定位置にします。この2つの部分にめんどくさいんですけども、このフックを取り付けていきます。これを取り外していることによってこの板の収納性が増すのでめんどくさいんですけど、毎回取り外してます。これでセッティング完了です。やっぱりこの吸気フィルターのこのパイプを通さないだけで作業効率がかなり上がりました。今日は道の駅旭川というところに車中泊をします。明日はマイナス10度まで気温が下がるみたいなので FF ヒーターなしには過ごせないと思います。はい、現在の車内の気温は 3.9 度、湿度 79%、 結構寒いです。あったかい空気が出てきたのでアルミのダクトパイプをつないでおきます。これもあると足元を温められるようになるのでかなり快適性が増します。はい、時刻は朝の8時50分、気温 27.5 度、湿度 29% です。 FF ヒーターを動かし始めて10時間ぐらい経ちました。で、昨日夜のうちに結構雪が降ったみたいで、こんな感じで外は雪景色になっちゃいました。昨日この道の駅に来るまではこの部分の道路に雪がなかったんですけれども、今は道路に雪が積もっています。外はマイナス10度なんですけど、この FF ヒーターめちゃくちゃ暖かくなるんで、もうダウンジャケットをちょっとお腹にかけて寝るぐらいで、それでも10時間近く1回も起きることなく寝れたんで、 FF ヒーターやっぱりいいですね。昨日はお昼にスキーやスケートまで楽しんでしまったので、体が疲れて結構すぐ寝ちゃったんですけれども、この FF ヒーター 8kW もあって、マイナス10度の中で使ってもあったかいを通り越して暑いぐらいになっちゃうので、めちゃくちゃ快適に眠れました。この FF ヒーターだと羽毛布団を使わなくても寝れちゃうので、すごいそういう意味では軽装でいけるかもしれないですね。このセッティング自体はちょっとめんどくさいんですけれども、別に羽毛布団がなくてもちょっとジャケットをかぶって寝るぐらいでも気温が28度とかになっちゃってるんで、快適に眠ることができます。連日履いてるスノーブーツなんですが、若干湿っていて、このブーツから匂いが出てくるのが嫌なので、このようにフレキパイプを使って乾燥させることにしました。これでいつも乾いた状態のスノーブーツが履けそうです。で、この FF ヒーターの一式を乗せているこのプラスチックケースの上に乗せているので、それほどこのブーツの靴底がこういった床面に直接置くわけではないので、それほど抵抗感もなくこの状態で使えています。とここまでは良かったのですが、後にこの使い方が大失敗であることに気づきます。この乾燥のせいで問題なく使えていた FF ヒーターが突然動かなくなりました。なんで？給油量が不足しているため運転を停止します。だって昨日入れたばっかなのに給油量が足りないわけないんですけど。給油量が不足しているため運転を停止します。うわ、マジか。どうしようかな。給油量が不足しているためマジでやばい。運転を停止します。この後何度やっても FF ヒーターが止まるので、一度この本体を分解してみることにしました。給油量が不足していますという風なエラーが出たんですけれども、灯油自体はここまで入っているので全く問題ない燃料だと思うので、ちょっと理由がつかみきれてないんですけれども、この部分が結構熱くなってますね。これがちょっと原因なのかちょっとわからないんですけども、その他は実はこちら側も
特に不具合があるようなものもなく、もうこの下の FF ヒーターの本体を分解するのはちょっとこの車の中では厳しそうですね。一点気になるのはこのフリースの素材でこの静音化してこの部分を包んでるんですけども、このポンプの部分が結構熱くなっているので、これが原因なのかエラーが出て FF ヒーターが止まる、不具合が出ている原因がわからないんですけども、とりあえずもう一度フリースで包んで静音化をしてもう少し様子を見てみたいと思います。かなりこの部分が熱くなっているので、少し冷ましてもう一度運転させてみたいと思います。こういった時のために工具一式を車の中に入れといてよかったです。再度電源を入れてみます。運転が開始されました。はい、問題なく動くようになりました。こうなった原因なんですけれども、先ほど私がこんな感じでこのアルミのフレキダクトを使ってこのスノーブーツを乾かしていたんですけれども、温風吹き出し口のダクトをこのブーツの中に突っ込んでしまって、おそらくこの部分の熱気がこちらの FF ヒーターの本体側に逆流してしまったがゆえに、ここら辺にある燃料給油ポンプが過熱しすぎてしまって、この FF ヒーターが動かなくなったようでした。何回やっても E8 の燃料油切れのエラーが出たので、めっちゃ焦ったんですけれども、いやー FF ヒーター復活してくれて本当良かったです。もう一時はちょっともうこの FF ヒーター使えないかもと思ってしまったんですけれども、復活してくれて本当良かったです。で、このように燃料がたくさん入ってるにもかかわらずエラーが出て動かなくなった原因なんですけれども、おそらくなんですけれども、このスノーブーツを乾かすためにこの温風吹き出し口のこの出口の部分をこのように蓋をしてしまったような状態でこの FF ヒーターを使ってしまったので、おそらくこの熱風がこちら側に逆流をして、でここの本体側のこの辺りがすごく加熱されてしまって、このポンプ自体も熱くなってエラーが出たんではないかなと想像しています。この温風吹き出し口もあまりこう突っ込んで温風を塞いでしまうようなことをしない方が良さそうですね。とりあえず問題なく動くようになってくれたんで本当良かったです。個人的に FF ヒーターなしで北海道の車中泊するのは本当に厳しいので、動いてくれて良かったです。本当にマジで焦りました。スノボの位置なんですけど、この運転席と助手席にまたぐような感じで置くようにしました。これでかなり快適性が増しましたね。このままこちらから外に出ることも可能ですし、この運転席と助手席をうまく使ってあげることで FF ヒーターを置いてもかなり居住スペースを広く使えることが分かってきました。真冬の北海道での長期の車中泊、日数を重ねるにつれて改善点も少しずつアップデートされています。まだ北海道で試せていないことがあるので、いろんなことにトライして楽しんで車中泊をやっていこうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。